皆様おはようございます。ダイヤを見ながら渡る旅です。今回は絶賛建設が進んでいる新東名高速道路の未開通区間、新御殿場インターチェンジから新秦野インターチェンジ間と秦野丹沢スマートインターチェンジの進捗状況を確認します。撮影日は2025年4月中旬。雲一つない快晴。富士山が綺麗に見える国道246号線と新御殿場インターチェンジをつなぐ新道付近から撮影を開始し、神奈川方面に移動していきます。動画ではテンポよく進めていくので、必要に応じて適宜一時停止をお願いします。よろしくお願いします。なお、本動画では日本語字幕がデフォルトで表示されていますが、日本語以外の言語字幕も用意しています。YouTube 画面上のギアマークから字幕を表示してご視聴ください。ということで、新東名高速道路の未開通区間を観察しましょう。まず画面左側、名古屋方面に目を向けると、すでに半分供用開始済みの新御殿場インターチェンジが見えます。ここからランプを走る自家用車が見えるはずですが、今回は見かけませんね。そしてそこから右の方、東京方面までカメラの撮影方向を変えていくとこんな感じ。すでに築堤の造成が完了し、高架橋もしっかり整備されています。ここからは見えませんが、アスファルトもすでに舗装済みらしく、本格的に供用を開始する前に自動運転のテスト走行が行われたそうです。さて次は高架下の様子を見ていきましょう。新道の高架下に来ました。ここの高架橋は下の道路が開通する前にすでに架橋工事が完了していました。架橋から数年経っているので汚れが見えてきています。ちなみに下の一般道は将来片側2車線で整備できる幅があります。新御殿場インターチェンジが全面供与を開始した後も交通量が少ない気がするので、未来永劫片側1車線かもしれませんが、側道もしっかり整備済みです。ただし柵が設置されており、通行ができないようになっています。反対側の東京方面も同様、通行できないようになっているのには何か理由があるのでしょうか。工事看板を見つけました。高速道路の舗装は令和7年、つまり2025年の11月28日まで行うとのこと。ちなみに完全週休2日制モデル工事だそうです。昨今の働き方改革もしっかり反映しているようですね。ということで、御殿場市内の観察はここまで。北上します。はい、ということで、小山町に入りました。小山町に入ると、築堤区間から勾配を下げて、地上よりも低い掘削区間になります。今撮影している場所は、まさに築堤区間から掘削区間に切り替わる地点です。そのため地平に整備された一般道が新東名高速道路の整備エリアにかぶり、支障していました。それが現在は高速道路をまたぐ形に切り替わっています。3年前の2022年に来た時は一般道がまだ地平にありました。北側から見た跨線橋の様子がこちら。跨線橋は真ん中に白線が引かれる程度の広い道路となっています。そして橋を渡ってすぐのところが T 字路になっており、北方向には通行できるようになっています。逆に南側は柵で塞がれて通行できないようになっていました。すでに整備は完了しており、あとは開通待ちといった感じです。南側の側道は未整備です。今後の進捗に期待ですね。地上から見た様子はこちら。地平から跨線橋への勾配のきつさがよくわかります。跨線橋から北側の様子はご覧の通りです。北側はすぐ目の前に洋沢トンネルが見えます。そして3年前であればここから一般道の急線が見えるはずですが、すでに切り替えが完了し、跡形もなくなりました。現在は高速道路の整備が進んで道路の形が見え始めています。アスファルトはまだ舗装されていません。ズームアップして洋沢トンネルの手前の橋の様子を確認します。洋沢トンネルは片側3車線分の幅がありそうですが、手前の橋は片側2車線分しか幅がなさそうです。個人的には片側3車線だと非常に走りやすいのですが、望み薄ですかね。
横から見ると余計に拡張余地がないのがわかります。3車線化するときは橋の架け替えが必要かもしれません。さらに北に進んで洋沢トンネルの直上に来ました。この付近は道路が複雑に入り組み、交差点が複数存在します。さらに近くにゴルフ場があるため、ボール避けのために高速道路側に人工トンネルが整備されました。工事看板を発見。遮音壁の設置工事は2025年9月23日までの予定だそうです。洋沢トンネルの直上から名古屋方面を撮影してみました。自動運転のために一部アスファルトが舗装されましたが、跨線橋より北側は道路の形だけ整えられて、舗装はされていません。洋沢トンネルの直上は砂利が盛られています。人があまり住んでいない地域ではありますが、公園とかあると便利な気がします。続いて県道151号須走小山線の観察をします。西側には富士山が見えます。そして反対側に目を向けます。トンネル整備のために迂回路が整備されていましたが、ご覧の通り線形が直線に戻りました。このアングルからだと工事のために直線だった道路が左に曲げられていたことがわかりますね。現在はすでに役目を終え、舗装も剥がされています。ちなみに今立っているところは県道151号線と新東名高速道路の側道との交差点ですが、側道の方の北側部分はまだ未整備となっています。工事が進んで道の形がわかるようになってきています。そして洋沢トンネルより北側はさらに工事の進捗が南側の区間より遅いです。早速霊園参道の方に移動しましょう。ということで霊園参道に来ました。沿線で桜が咲いています。とても綺麗ですね。小山町では4月が見頃のようです。さて新東名高速道路の観察に戻りましょう。新東名高速道路にまたがる霊園参道の橋はすでに整備が完了し、供用を開始していました。今日は近隣でイベントが開催されているため、交通量が多いです。橋の幅はかなり広めになっています。もしかしたらここに信号機付きの交差点が整備され、橋の上には右折レーンが整備されるかもしれません。霊園参道の跨線橋より南側、名古屋方面の建設状況はご覧の通りです。洋沢トンネルの構築はすでに完了しているように見えます。今後はアスファルトの舗装や側道の整備が進むかと思います。反対側の東京方面は小山パーキングエリアスマートインターチェンジの分岐が見えます。3年前に来た時は掘削が進んでおらず、道路の形が予想しづらかったのですが、今は緩やかに右カーブしているのが容易にわかります。新東名高速道路より西側の側道はご覧の通りです。南側は道の形がわかるようになってきています。北側も側溝の整備が進んで道の形がわかります。この道路は小山スマートインターチェンジの近くにあるラウンドアバウトにつながる予定です。で、今度はそのラウンドアバウトに来ました。このラウンドアバウトは3年前から供用を開始していました。この地点が5差路になるため整備されましたが、未だ2方向が未開通の状態です。迂回路を示す案内看板が設置されていました。小山スマートインターチェンジにつながる道路の入り口には、進入者を防ぐように散水車が駐車されています。ラウンドアバウトの近くに工事看板を見つけました。新東名高速道路の新しい道の整備は2025年4月26日までの予定になっていますが、現場を見る限り到底間に合わないですね。御殿場方面の道路は舗装が完了しています。しかしまだ通行止めの状態です。先ほど見た通り、霊園参道までの道の整備が完了していないので、通行止めは当然ですね。富士スピードウェイおよび富士霊園方面は3年前と変わらずです。広い道路を車が悠々と走行しています。看板の表記も変わらずですね。現在は3方向にしか通行できないので、右斜め上の矢印は嘘ですね。それは手前の大きな看板も同様です。おそらく今後も修正されることはないでしょう。
さて次は未開通となっている小山スマートインターチェンジにつながる道を見ていきます。かなり造成が進み、掘削した土が近くに大きく盛られています。ズームすると新東名高速道路をまたぐ橋の整備がかなり進んでいるのがわかります。次はこの道路から反対側を見てみましょう。反対側の様子がこちら。掘削が進み、さらに新東名高速道路を越えるため、道が急勾配になっているのがわかります。ズームして橋の様子を観察しましょう。橋は片側1車線、プラス歩道程度の幅があります。まだアスファルト舗装はされていません。ちなみに現道はすでに新しい道路に切り替えが行われ、南東方向と北方向の2方向が現在通行できます。ここには新しい十字路ができるようです。南西方向にも道路が伸びるようですが、まだ掘削は全く行われていません。こちらの整備はもしかしたら新東名高速道路開通後かもしれませんね。そして昔からの道路は新東名高速道路整備に伴い完全に分断。橋がかかる気配もないため、おそらく未来永劫通行止めでしょう。旧道より東側に建設された代わりの新道がこちらになります。すでに新東名高速道路の上に橋がかかり、通行できるようになっています。幅は中央に白線が引ける程度で、歩道はありません。この橋から南側、名古屋方面の建設状況がこちらです。まだ掘削がすべて完了しておらず、なんとなくルートが想像できる程度です。反対側、東京方面の様子はご覧の通り。こちらは掘削が進んでいますが、道の形ははっきりしません。おそらくこの付近で小山パーキングエリアスマートインターチェンジの東京側の分岐、合流が見えるはずです。側道の整備はもちろんできていません。そもそも側道が整備されるかも不明ですが、反対側の東京方面はガードレールの設置とアスファルト舗装が完了しています。こちらは開通が近いでしょうか。緊急車両しか通行できないかもしれませんが。さて次は山吹通りと新東名高速道路の交差部の様子を見ていきます。こちらは一般道の方が高速道路の下を通ります。すでにアンダーパスする新しい道路の整備が完了し、供用を開始しています。さらに旧道はすべて撤去され、跡地には駐車場が整備されました。ガード下を歩いてみましょう。供用を開始してから間もないため、構造物が真新しいです。非常に快適に通行できますが、少し歩道が広すぎる気がしますね。将来片側2車線に拡張することも想定されているのでしょうか。南側からの様子がこちらです。画面右側の小道はすでに整備済みですが、その先が未整備のため通行できないように柵で塞がれています。ズームして構造物の端部を見てみます。まだ築堤の整備ができていないのがこの映像からわかります。山吹通りより東へ一つ隣の小道に来ました。こちらは新東名高速道路の上をまたぎます。すでに切り替えが完了し、通行可能です。道幅は中央にセンターラインがなく、歩道もありません。この橋の近くに 40.9 の標識があります。おそらく海老名南ジャンクションから 40.9km 地点ということでしょう。名古屋方面の様子はご覧の通り、まだ掘削がすべて完了していないのがわかります。反対の東京方面も掘削が完了していません。小山パーキングエリア付近はまだまだ整備に時間がかかりそうです。そして掘削区間を抜けるとその先には湯船原トンネルがあります。すでにトンネルは貫通しており、トンネルの手前部分は道路の形が見え始めています。南側の側道はすでに整備済み、通れるようになっています。これで小山パーキングエリアスマートインターチェンジ付近の建設状況の確認は終了です。次の地区に移動しましょう。はい、ということで湯船地区に来ました。
この区間は現在建設中の区間の中でも最も早く整備が進みました。すでにアスファルト舗装も大方完了しているようで、早期に整備が完了したことを活かして、ここでも自動運転の実験が行われました。3年前と同様、真下からの撮影を行います。相変わらず凄まじい高さに圧倒されてしまいます。すでに工事が完了しているため、柱の根元の部分にあった工事資材はすべて撤収しています。このことからも工事が完了したことが伺えますね。高架下も新東名高速道路の建設に付帯して新しく整備されています。川に沿って新しく整備された道路を見つけました。ガードレールの設置が完了し、アスファルト舗装もされています。川を渡る橋も新調されました。すでに通行できるようになっています。橋の下の川の治水工事もおそらく行われたと考えられます。あまり手を加えられているようには見えませんけどね。整備してから次日がかなり経っているのでしょう。高架下には調整池が整備されました。すでに水が少し溜まっており、茶色く濁っています。湯船地区の隣の柳島地区に来ました。こちらも当然高架橋の整備が完了しています。相変わらずここも高架橋が高いですね。このような道路がめちゃくちゃ高い地点がいくつか見られます。ということで、これで静岡県内区間の整備状況の確認が完了しました。もしかしたら抜け漏れがあるかもしれませんが、その場合は次回確認しようと思います。静岡県区間の次は神奈川県区間です。ここから山岳区間となり、いくつもの谷地形を超巨大な橋で渡っていきます。最初の観察エリアは高知川付近です。ここは新東名高速道路の建設状況を観察する他の動画でも見たことがあるでしょう。2025年4月時点で柱から少しずつ伸びていたアーチ部分がついにつながりました。アーチ橋が完成するのもあと少しというところではないでしょうか。アーチ橋以外の山の上の部分もかなり構築が進み、どこを自動車が通るのか、傍目からでもわかるようになりました。完成予想図はご覧の通り、大変立派で大迫力のものが完成しそうです。工事看板を見つけました。湯船トンネルなどの工事は2025年9月30日までの予定のようです。高架橋の建設状況を東京側の高いところから観察します。アーチ部はもちろん、その上の自動車が走る部分の構築もしっかり進んでいます。そんな絶賛工事中ではありますが、高架下の一般道は通行できるようになっています。下を通ってみましょう。高架下は工事用の鉄骨資材がびっしり組まれています。これは思わず興奮してしまう人もいるのではないでしょうか。工事資材は金属だけでなく木の板も使われています。コンクリートを流し込む時の型枠として使われているということでしょうか。高架下通過完了。なかなか心くすぐられるスポットでした。そのスポットの近くに工事看板を発見。ここら辺の工事は2025年9月30日までの予定のようです。工事に伴って一部の道路が通行止めになっています。看板には迂回路が示されていました。橋梁区間を抜けると東京側は盛土区間になります。まだ橋梁の端部に盛土が完了していないのがわかります。まだまだこの辺の建設は時間がかかりそうですね。ということで谷の底に戻ります。高知川まで戻ってきました。高知川の近くには山北スマートインターチェンジも整備されます。今見えているこの橋が高知川を越えてスマートインターチェンジと県道76号線をつなぎます。奥に進んでこちらがスマートインターチェンジの入り口です。一番左がおそらく将来のスマートインターチェンジの入り口。真ん中が工事ヤードへの入り口。一番右は塩沢地区につながる一般道です。一番左の道では新しく川を渡る橋が建設中です。この橋が完成すれば一般道と山北スマートインターチェンジがつながると考えられます。工事看板を見つけました。川西工事は2026年10月6日までかかるようです。さらに奥に進むと山北スマートインターチェンジを下から見ることができます。この付近は上から望む場所がほぼないため、あまり建設状況がわかりません。
とりあえず築堤の整備がかなり進んでいることがわかります。下の河川の治水工事もかなり進みました。本格的な供用開始はまだ先のようですが、山北スマートインターチェンジの工事完了にはもう少し時間がかかりそうですね。ちなみに山北スマートインターチェンジの近くにある道の駅は改修工事のため閉鎖されていました。新東名高速道路の開通に合わせてリニューアルするのでしょうね。ということで山北スマートインターチェンジ周辺の観察は終了。次の工事現場に向かいます。ということで、湯ブレトンネルと古宿トンネルの間に来ました。東急建設の横断幕が掲げられています。古宿トンネルの西側口口が見えます。下からだと分かりづらいので、もう少し上に登りましょうか。一般道の方は付け替え工事が行われました。何もかもが真新しく、非常に走りやすいです。こちらが湯ブレトンネルの東側の口口。公式発表によると、すでにトンネルは貫通しているとのことです。川の治水工事もすでに完了しています。高速道路の下は完全に人工物ですね。のり面の整備はまだ掘削が完了しただけの段階です。コンクリート吹き付けはこれからのようです。湯ブレトンネルの東側の口口の真上からの様子はご覧の通りです。トンネルの建設は完了しましたが、地上区間にはまだ土が残っています。ズームするとショベルカーが動いているのがよくわかりますね。土砂を大型トラックに積んでいます。反対側、古宿トンネルの真上からの様子がこちらです。ここからだと工事がより近くで見ることができます。ズームすると湯ブレトンネルの口口が見えますね。ここに自動車が高速で通過するようになるのはいつでしょうか。ということで、湯ブレトンネルと古宿トンネルの間の区間の観察は終了。次の工事現場に行きましょう。次は古宿トンネルと赤坂トンネルの間、水瀬川に架かる橋の様子です。ここは一般道の道幅が狭いです。ここも工事現場の下を一般道が通っており、通行が可能です。歩いて通ってみましょう。大量の鉄骨が眼前を支配しています。日陰なのでひんやりして寒いです。鉄筋のトンネルを抜けると道が直角に折れているのがわかります。ここから先は新東名高速道路の建設のため、一時的に道が付け替えられました。通行止めになった区間には鉄筋が大量に組まれています。これでは通ることは不可能ですね。そしてこちらが新東名高速道路の橋です。他の地区と同様、非常に高いところにあります。橋梁はすでに完成したように見受けられます。工事をする際の搬入路も非常に高いところにあります。他の道路工事とは明らかに次元が違うのがこの高さから感じます。最後に少しだけ付け替えられた仮道路を撮影します。仮道路はアスファルト舗装ではなく、鉄板に滑り止めがついたものになっています。工事区間が終わったら一般道に戻る。ここの切り替え区間は比較的短いです。ということで、ここで撮影できるものは少ないので、次の工事現場に行きましょう。次は赤坂トンネルと高松トンネルの間に来ました。こちらも小さな川の上を巨大な橋で渡っていきます。橋梁工事は古宿トンネル側は完成したようですが、高松トンネル側の橋梁はまだ伸びきっていません。しかし橋梁がつながるまであと少しといった感じです。高速道路の真下の様子がこちら。相変わらず高い。そして寒い。ここからでも橋梁同士がつながっていないのがわかります。橋梁の真下からの撮影が可能です。休校日なので静かですが、あの高いところから物が落ちてこないかすごく心配ですね。実際落ちてきたら事件ですけど。北側から撮影した様子がこちらです。工事搬入路の入り口から撮影しています。案内看板を発見。左方向は高松トンネルの工事現場につながるので立ち入り禁止ですが、右方向は一般道なので通行可能です。一般道はこの工事現場への入り口付近で元の一般道に復帰します。このエリアの観察はこれで終わり。
次の建設現場に向かいます。ということで来ました。高松トンネルと茅沼トンネルの間の区間です。ここは上からの撮影が可能です。まだ未開通となっている高松トンネルは、ここから掘削が行われました。工事が難航しているため、先ほど見た高松トンネルの西側からも掘削が開始されています。そして高松トンネルと茅沼トンネルをつなぐ高架橋の建設はかなり進んでいることがわかります。もうすぐ高架橋がつながりそうです。ということで、ここの撮影はこれで終了。なぜなら、まともに撮影できるアングルがここしかないからです。次の工事現場に向かいましょう。茅沼トンネルの東側の工口に来ました。工事が進んだことで上からの撮影が可能となっています。茅沼トンネルの東側は道の形がわかるまでに整備が進んでいます。茅沼トンネルの東側、最初の一般道は高速道路をまたぎます。すでに跨線橋は完成し、通行が可能となっていました。反対側の様子はこんな感じです。新東名高速道路の建設に合わせて、一般道も改良されました。橋から東京側の様子。掘削が完了し、道路建設がかなり進んで、インターチェンジで道が分岐していることまではっきりとわかります。供用開始はまだまだ先ですが、これは興奮しますね。側道は完全に工事が完了しています。この付近は生活道路を付け替えた形なので、早期に整備がなされたということですね。超急勾配になっているのが映像からわかるでしょうか。急坂になっている側道の谷底地点は交差点になっています。高速道路の下を抜ける道路と接続するために急坂になっていたということですね。トンネルはすでに整備済み、歩道付きで両側に白線が引かれていない細道です。逆側、南側からの様子はこちら。地元の人しか使わない道路ですが、大変立派なものが完成しました。最後に新秦野インターチェンジの様子を軽く撮影します。まだ整備しないといけない箇所がありますが、完成まであとわずかという感じでしょうか。仮に完成したとしても高松トンネルが貫通しないと全面供与を開始することはないですけどね。ということで未開通区間の撮影は終了。最後に全面供与開始されていない秦野丹沢サービスエリアスマートインターチェンジの様子を見に行きます。こちらは上り線側の秦野丹沢サービスエリアスマートインターチェンジです。スマートインターチェンジは秦野市の交通渋滞を改善するためにすでに供用を開始していますが、サービスエリアは新東名高速道路が全線開通していないため、まだ完成していません。開通見込みが立たない限り整備しても無意味だからか、それまでの間、一部の土地は有料駐車場として使用されています。下り線も整備状況は同様。こちらは土砂が少し積まれています。また、サービスエリアの敷地内にプラントが整備されていました。あれが撤去されないと開通を間近に感じることはないでしょうね。ということで、これで全館観察が完了しました。いかがだったでしょうか。最後までご視聴くださりありがとうございました。この動画がいいなと思ったら、X などで他の人に紹介したり、またチャンネル登録や高評価をしてもらえると嬉しいです。励みになります。よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。